されども、今回はみんな大好き油淋鶏を作っていこうと思います。なんで油淋鶏にしようとしたかというと、もちろん僕自身が食べたいからだったのは言うまでもないんですけど、たまたま作ろうかなと悩んでた時に動画のコメントでリクエストで油淋鶏をそろそろ作ってほしいっていうそんなコメントがあったんですよね。こんなタイミングバッチリでコメントでリクエストいただいたらね、作らないわけにはいかんでしょうね。そんな油淋鶏、皆さんご存知の通り中国料理なんですけど、日本だと結構衣をつけて揚げてからソースタレをかける、そういうスタイルだとね思うんですけど、中国だとあんまり衣はねつけないらしいですね。自分の慣れ親しんだ油淋鶏といえばやっぱり衣がついてるんで、油淋鶏を作るときはどうしても衣をつけたくなりますけどね。はい、それはそうと話は少し変わるんですが、少し前にクラウドファンディングでチーズケーキを販売させていただいて、非常に多くの方が支援してくださって無事ね完売しました。その説はありがとうございました。引き続きね到着まで今しばらくお待ちいただけたらと思います。さて油淋鶏ですが、一旦醤油とお酒をベースにした合わせ調味料の中に軽く漬け込んでおきます。だいたい10分から20分ぐらいですかね。その間にタレを作っていきます。油淋鶏といえばやっぱり長ネギは外せないですからね。たっぷりと刻んで入れていきます。それと生姜も少し加えます。生姜も長ネギと同じぐらいのざっくりとしたみじん切りでカットしていきます。すりおろした生姜でも全然いいんですけど、ちょっとしたシャキッと感っていうのがやっぱみじん切りならではの食感なんで、今回はみじん切りにしてます。それと今回作っていくタレのポイントなんですけども、やっぱり酸味ですね。油淋鶏といえば酸味、グレープフルーツの酸味を生かして美味しいタレを作っていこうと思います。だいたいこの分量だとグレープフルーツ1/2個ぐらいですかね。たっぷりと果肉を使います。大きさはお好みなんですけど、食べた時に果肉のね感じを楽しめるような、そんな大きさでカットします。あとはこれも食感のアクセントでですね、はい、きゅうり、やっぱこのきゅうりのね緑の色っていうのはタレの中に加えると映えますし、あとはみずみずしさっていうのもすごくね今回の料理に合いますから、たっぷりと使ってあげるといいです。味付けには砂糖、醤油、あとは塩を一つまみ。ここはもちろんさじ加減なんですけど、少し砂糖が多めな方がいいです。その方が多分味のバランスが取りやすいと思います。それとお酢とごま油ですね。お酢は今回白ワインビネガーを加えてちょっとグレープフルーツと合うようにしてます。もちろん普通のねお酢でもいいんですけど、ちょうど私んち白ワインビネガーあるわ、そんな人はぜひ使ってください。よし、そうこうしてるうちにタレも仕上がったので、今度は鶏肉に火を入れていきます。合わせ調味料で漬け込んでいたところにそのまま片栗粉を加えて
これで衣をつけていくような感じなんですけど、まだ液体が多少残ってるのでこうダマになるんですよね、ここでこう合わせても。ただ今回で言うとこのダマがいいというか、味もついてますし食感も楽しいんで、このダマがポイントといっても過言ではないと思います。お肉が半分もしくは3分の1浸かるぐらいの油を引いたら180度ぐらいのね温度で揚げていきます。揚げるというか揚げ焼きですかね。だいたい皮目1分半ひっくり返して肉の方皮がない方を1分ぐらい揚げ焼きにしたら一旦引き上げます。もううまそうっすね。引き上げてだいたい1分ぐらい、1分か2分ぐらい少し落ち着かせたら、もう一回フライパンの中に戻して同じく1分半返して1分、これぐらいの時間を使えばもうだいたい火が入ってることが多いですね。絵的にも結構伝わってると思うんですけどね、だいぶガリッガリに揚げ焼きになってます。あとはこれを熱いうちに手早くカットしていくだけです。というわけで盛り付けドレスいきます。下には少しサラダとか引いておくとこれも色合いもいいですしね、味のバランスにもすごくいいと思うんでおすすめです。あとは作っておいたタレをたっぷりとかけてあげれば完成になります。いや、うまいな。油淋鶏うまい。タレがいいっすね。こう柑橘のねキレがしっかり効いてるこのタレが結構ちょっと厚めの衣と相性良くて、これはやばい。というわけで油淋鶏の作り方でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビエント。